今日は妊娠中と産後の体重の変化についてお話ししたいと思います。これね結構ご要望が多かったので、撮ろうかなと思って。でもね体重変化は産後のちょっと過ぎてぐらいまでを一気にねお話しした方がいいかなと思ってちょっと遅くなっちゃったんですけどすいません。それでね今日も、妊娠関連のキーワードがちょこちょこ出ると思うので、そういうのを今ちょっと聞きたくないなっていう方はここで閉じてもらった方がいいと思います。すいません。はい、ということでちょっとね今回も携帯にまとめたのでこれを見ながらお話ししたいと思います。まずねつわり前ですね。妊娠してから、つわりまでの間なんですけど、ここね妊娠に気づく前のこの妊娠してる期間、つわりまでの期間ってねすごい食欲が出たんですよ。でなんでかな、すごい食欲あるなと思ってて、でここで2キロくらい体重が増えたんですね。動画撮るのプラスずっとその後の時間もずっと食べてた気がします。で、つわりが始まって全く食べれなくなりました。もうつわりのお話でも話したと思うんですけど、つわりの方みんなしんどいですよね。私も結構ちょっとしんどくって、4キロくらい減少したかな。つまり2キロ増えたのがまた元に戻ってプラス元の体重よりも2キロ減った状態になりました。でつわりでね体重があまりに落ちすぎると身長が体重とかから計算して何キロ以上減っちゃうと入院とか点滴の治療が必要になるぐらい重症だっていうのでネットで見たので、できるだけ体重を減らしすぎないように頑張って食べれるものは食べてました。妊娠のねつわりの動画でもいろいろお話ししたと思うんですけど、体重を落とさないようにしてました。食べた後気持ち悪くならないようにすぐ寝るとかもしてましたね。でつわりが終わるって言われてる妊娠16週が過ぎても私の場合はつわりがもう全然完全に終わらず、ずっと胃の不快感とちょっとした吐き気っていうのが結構ねだらだら続いてたんですね。でそこからその期間も体重は増えずに妊娠前の体重よりちょっと下がったぐらいでずっと続いて同じ感じでした。で妊娠21週頃に、鉄分の服用による胃の不調もなくなって急激な食欲が出てきます。胃の不快感とかそのつわりが終わって胃が万全になってそれまで食べれなかった分をねバッと食べる感じで結構食欲増加して、でこっから一気に体重増加になります。で7ヶ月に入った24週には元の体重よりプラス5キロになってました。で妊娠26週その2週後には元の体重よりプラス7キロ2週間で2キロ増えてますねめっちゃ増えて、ここでプラス7キロの妊娠次の週27週でなんかねその次の週にね激しい食欲が急に収まったんですよ。なんだろう、食べるのに飽きたのかなしばらくここから体重変化がありませんでした。そんなに食べてないかっていうと結構ね普段の私みたいな感じで食べてるんですけど、そんなに体重の変化はなくなりましたね。この増えた期間は異常なほど食べてた。1日に10人前食べてんのっていうぐらいほんと食べてた。で妊娠の後期28週に入ってから後期のつわりらしき起きたてと寝る前の胃の不快感が始まるんですよ。なんか妊娠の前期のね最初のつわりみたいな感じではないんですけど、なんかちょっと胃が不快だなっていうのが起きた直後と寝る前にちょっとあったかなって感じですね。でそれの影響もあって食欲が多分収まったのか、なんか赤ちゃんが大きくなって子宮が膨らむことでね胃がすごい圧迫されててトイレも近かったし、で妊娠34週、この時もね、朝晩の胃の不快感はあるんですけど、実家にねこの頃帰ってたっていうのがあって、実家で結構食べまくったんですよ。やっぱりお母さんのご飯が美味しくって、やっぱ自分で作るのよりね母の料理が美味しいでバクバク食べてて、結局この頃にプラス9キロかな元の体重より。でそこからまた妊娠37週臨月に入った頃ですね。この頃ね胃の不快感が徐々に減ってきたんですよ。ただ胃がやっぱり子宮が膨らむことで圧迫されてるんで結構ね食欲はあるんですけど胃があんまり入らない状況だった。なんか食べたいんだけどもうお腹いっぱいになっちゃうみたいな、いつもの私の胃袋ではなかったなっていう感じがしました。でこの頃がプラス10キロになってましたね。結局でも1キロは増えてんだ。なんかあんまり食べなくてもちょっと体重ちょこちょこ増えてたかな。赤ちゃんが大きくなってたっていうのもあるのかな。で臨月に入る頃にプラス10キロで
生産期、もう赤ちゃんがいつ生まれても大丈夫ですよの頃、予定日まで1週間切った頃なんですけど、ここでまた1キロ増えてプラス11キロになりました。結果ね、妊娠して、元の体重よりも、出産までにプラス11キロ私は増えました。でもなんかネットとかで見たり、あと病院とかで聞く限りでは標準みたいです。っていうかね、私の場合最初増えなさすぎたっていうのがあったから、病院では特に何も一回も体重のことは言われたことがなかったです。よく体重管理が大変ですよとかいうのをネットに書いてたり、あと視聴者さんもねすごい妊娠発表した後書いてくださってたんですけど、特に体重管理をした記憶はないです。増えてるなぐらいで思ってたけど、そんなに病院から何も言われてなかったから、大丈夫なのかなと思って、血圧もねすごく低血圧だったのもあったし、毎回測るたびにかなり低かったっていうのもあって、むしろ血圧をちょっと上げないとちょっと貧血で大変なことになるとか、ちょっと私もよくわかんないんですけど、特になんか高血圧になるってこともなかったかなと思います。なんか幸いなことに特に気をつけるように言われたことはなかったですね。韓国の病院でも日本の病院でも。で総合的に話すと、私結果ね、4つの病院に行ったんですよ。韓国で妊婦検診を受けるための家の近くの病院と、あと出産で一応ね、日本と韓国でどっちで出産をするかまだギリギリまでわからなかったので、韓国のね出産するための病院に切り替えて、そっちも何も言われなくって、で日本に結局帰ることができて、日本の病院で最初産む予定だった個人病院さんでも特に体重とか血圧についてのなんかこう心配な感じで言われることもなかったですね。で結果産むことになった大病院さんでも何も、日本の大病院さんでも言われなかったので、問題はなかったのかなと思います。ただ、やっぱり赤ちゃんがねちょっと小さかったこともあって、私がね栄養をたくさん送らなきゃいけなかったので、タンパク質をいっぱい取るように言われたり、そういうのを言われて、気をつけてたかなと思います。あと鉄分ね、鉄分もちょっとかなり足りないって最初の方から言われてました。日本に来た頃にはそんなに低い数値ではないからっていうので大丈夫になってたみたいなんですけど、私の妊娠中の間は、体重とか血圧よりも栄養のあるものをしっかり食べることを意識してました。やっぱり赤ちゃんを大きくしたいなっていう気持ちが、ね、強かったので、やっぱりねとぎママが妊娠した時も同じような感じだったらしくって、体重とか血圧は私と同じような状態で、血圧相変わらず低い、体重の変化も特に何も言われず、ただ、鉄分とかそういうのが足りてない、不足してるっていうのの同じ、やっぱりもうこれ遺伝なのかなって思いました。とぎママのが私産む時もそうだったらしいので、体質とかねあるのかもしれない。で、産後ですね。産後赤ちゃん産んでから結局プラス11キロになった体重が3キロ減ったのか、3キロ減って、元の体重よりプラス8キロの状態になりました。私胎盤とか羊水とか赤ちゃん出てって3キロしか減らなかったのかと思って、ちょっとびっくりしちゃった。なんかお腹はね結構シュッとへっこんだ感じに見えたんですけど、まだでもそれでも最初の産みたての頃はまだお腹ポコッと出てて、子宮収縮がそこから始まって、徐々にねへっこんでいったんですけど、いやびっくりしたね本当にびっくりした。3キロしか減ってないじゃんと思って、でそれでびっくりしたんですけど、結局でも退院の時にはそこからまた3キロ減ったのかな。で、元の体重よりプラス5キロの状態になってました。結局実家に帰って、でそしたらね、今まで子宮が大きくなってて胃の不快感がすごかった、圧迫されて胃の不快感がすごかったのが一切なくなって、胃の容量が半端なく広がった。かなりここでね食欲増加していっぱい食べてたんですけど、体重も増えず、今ちびむちゃんも帰ってきて、結局産後数週間経ったのかな、まだ1ヶ月は経ってないんですけど、数週間経って、元の体重よりも、プラス 4,5 キロの状態、そこからなんか一旦止まってるんですけど、でもねそんなに減ってもないから、ここからね徐々にちょっと体重は落ちていくのかなと思って様子見です。ただとぎママが言うにはだいたい産後 1,2 ヶ月ぐらいで元の体重に戻ったよって言ってたから、そうなるのかなって、特に何もとぎママもしてなかったみたいなんでちょっとよくわかんないんですけど、これからねちょっと様子見ようかなと思います。あとね 4,5 キロは減らないとこのままじゃやばいですねなんか顔もパンパンになった気がするんですけど、ちょっと大変ですね。ということでこんな感じの体重変化でした。さあどうでしょうか。
特にね、妊娠中も産後も体重について私の中ではそんなに重要視してないというか、忠告されなかった分、まあ増えるだけ増えて減るだけ減ってすればいいのかなって思ってたので、そんなに気をつけることはなかったんですけど、ただやっぱり栄養面が偏っちゃいけないなとか、赤ちゃんにねちゃんとお腹にいる時も、あと今生まれてから授乳する時もしっかりね栄養を与えなきゃっていう気持ちが強いので、そこはね注意しつつ、なんか取らなきゃいけないタンパク質とか、あと野菜もしっかり取って、お肉も取って、魚も取ってとかいうのは、できるだけ考えるようにしてます。ということで、参考になったことあったかな。どうなんだろう。私はこんな感じで、妊娠中を過ごして産後を今過ごしております。何かのね参考になればありがたいな、嬉しいなと思うんですけど、撮ってみました。リクエストたくさんありがとうございました。ということで、とぎもちの妊娠中産後の体重変化でした。